今日はラタトゥイユを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はラタトゥイユを作りたいと思います。はい、ということで今回は野菜がたっぷり入った簡単おかずをご紹介していきます。今回ですね、ラタトゥイユということでいろいろ具材を入れていくんですけれども、炒める順番などもありますので、そちらは作りながらご説明します。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、ズッキーニ、玉ねぎ、人参、セロリ、パプリカ、ホールトマトの缶詰、お醤油、鶏ガラスープの素、蜂蜜、ニンニク、ローリエ、オリーブオイル。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、お野菜なんですが、今回結構たくさん入れていきます。こちら入れるお野菜に関しましては、お好みで変えていただいても OK です。そして今回ね、ホールトマトの缶詰を使っていきます。こちらの缶詰なんですが、カットトマトでもいいんですけれども、ホールトマトの方が旨味が凝縮されてるので、おすすめはホールトマトです。そしてあと今回のポイントは鶏ガラスープの素ですね。こちらお好みでコンソメでも OK です。鶏ガラスープの素を使うと鶏の旨味も加わって美味しく仕上がります。あとは蜂蜜ですね。こちら蜂蜜を加えることでコクがアップしてとてもまろやかな仕上がりになります。もし蜂蜜がダメな場合とかない場合はお砂糖で代用してください。お砂糖に関しましてはお好みで調整してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではズッキーニから切っていきます。まずヘタを切り落とします。そしたらまずね、縦半分に切ります。手を怪我しないように注意してください。あとはね、このままだいたい1センチ幅で切っていきます。ズッキーニはこのように半月切りにしてください。そしたらね、ズッキーニはボウルに入れて、こちら分量外ですが塩を小さじ1/2入れます。そして全体にまぶします。軽くね、塩もみしてください。そうするとね、ちょっと水分が出てズッキーニのアクを取り除くことができます。このままね、5分ぐらい置いておきましょう。では続いてナスを切っていきます。まずね、ナスはヘタを切り落としてください。そして半分に切ります。あとはこちらもね、ズッキーニと同様にだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。ナスとかはね、大きさに合わせて食べやすい大きさで切ってください。もう一本も同じように切ります。このように切ります。ナスもね、こちらボウルに入れます。そしてね、このように水に5分ほどさらしておいてください。続いてセロリです。セロリはですね、お好みの大きさに切ってください。食べやすい大きさで大丈夫です。1センチ幅ぐらいで切っていきます。こんな感じで1センチ角ぐらいの大きさにしました。こちらはお好みで OK です。続いて玉ねぎです。玉ねぎはまず半分に切ります。玉ねぎはですね、2センチ角ぐらいの大きさに切っていきます。切り方はね、切りやすい方法で OK です。縦横でね、切っていただくといいかなと思います。あとはね、ばらつかせておきましょう。こちらも同じように切っていきます。ばらつかせます。はい、玉ねぎはこれで OK です。続いて人参です。人参はまず皮を剥きます。皮を剥いたらまず縦半分に切ります。あとはまた縦半分に切ってだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、人参はこれで OK です。続いてパプリカです。今回ね、パプリカは黄色を使っていくんですが、お好みの色のものを使っていただいて大丈夫です。まずね、半分に切ります。よいしょ。そしたらこのヘタの部分と種を取り除きます。あとね、綿も取り除きましょう。あとはこちらもだいたい2センチ角ぐらいの大きさで切っていきます。はい、このぐらいです。こちらも同じように切っていきます。パプリカと玉ねぎはだいたい同じぐらいの大きさでいいかなと思います。はい、パプリカの準備はこれで OK です。続いてニンニクです。ニンニクはまずね、半分に切ります。そしてニンニクの芽を取り除いてください。こちらは焦げやすかったり、あとはえぐみの元になるので、必ずね、ニンニクの芽を取り除くようにしましょう。ニンニクは粗めのみじん切りで OK です。
はい、ニンニクはこのように粗めに切ってください。はい、5分経ちました。そうしましたらこちら水洗いして水を切ります。ズッキーニはこれで OK です。水を切ってね、キッチンペーパーなどで水分を拭き取っておいてください。ナスも5分経ったので水切りします。こちらも同様にキッチンペーパーで水分を拭き取っておいてください。それではお野菜を炒めていきます。まずフライパンにオリーブオイルです。オリーブオイルね、結構多めです。そしてここに刻んだニンニクです。まずこれを火にかけます。火加減弱めの中火でニンニクの香りが立つまで炒めていきます。はい、今ね、じわじわと香りが立ってきました。そしたらここに玉ねぎを加えます。そしてまずね、玉ねぎを炒めましょう。ニンニクの香りを移しながら炒めていきます。でね、油がしっかりと回って、そして半分ぐらいね、火が通ったら続いて人参を加えます。人参もね、ちょっと火が通りにくいので最初の段階で炒めてください。炒めます。火加減なんですけれども、中火から弱めの中火ぐらいで調整しながらね、炒めていきましょう。はい、で今ね、9割ぐらい玉ねぎに火が通りました。そしたらここにナスを入れます。あとはズッキーニ、そしてセロリ、これを炒めます。今回私は26センチのフライパンを使ってて、ちょっとそれでもいっぱいいっぱいになるので、もう少しね、大きめのフライパンがあるといいかなと思います。はい、でこのようにナスがね、少ししんなりしてきたらここにパプリカを加えてください。あとですね、このタイミングで蜂蜜を加えてください。はい、そうするとね、お野菜にきちんと甘みが加わってとてもまろやかなね、仕上がりになってきます。こうやって蜂蜜でね、最初にさっと炒めましょう。お砂糖の場合もこのタイミングで加えてください。はい、で蜂蜜を加えて40秒ほど炒めたら、ここに鶏ガラスープの素、そしてあとはホールトマトの缶詰。缶詰をね、ちょっと水を入れて、そして中までね、きちんと入れましょう。あとはお醤油です。これでまずね、ホールトマトをこうやって崩しながら混ぜていきます。お野菜崩さないように注意してください。一旦混ぜてください。このようにだいたい混ざったら、最後はね、ローリエですね、2つにパキッと折って、そして中に入れます。はい、 OK です。そして蓋をしてこのまま中火から弱めの中火で15分から20分煮込んでいきます。弱火でやってしまうとお野菜の食感がね、ちょっとなくなってしまうので、中火から弱めの中火で調整しながら煮込んでいってください。はい、今ね、15分経ちました。そしたら蓋を開けます。はい、今ね、このような感じになってます。煮込んでる最中は時折蓋を開けて、下が焦げないように軽く混ぜながら煮込むようにしてください。下火加減強めの中火にします。そして最後ね、1分から2分ほど水分を飛ばしながら最後に煮詰めていきます。はい、 OK です。このぐらいですね。水分がだいたいね、元の3分の1ぐらいになるまで煮詰めてください。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。最後ね、味見をしていただいて、味の調整は塩などで行ってください。はい、これでラタトゥイユの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、お野菜もゴロッとしてとても美味しそうに仕上がってます。今回パスタ皿にこれぐらい盛ったのと、あとは保存容器にもこのぐらいできてるので、どのくらい召し上がるかにもよるんですけれども、だいたい 5,6 人前ぐらいあるかなと思います。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。もう野菜の旨味が凝縮されてますね。蜂蜜のコクが加わってとてもまろやかな仕上がりになってます。そしてお野菜の歯ごたえもしっかり残ってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のラタトゥイユのポイントです。まずですね、お野菜なんですけれども、こちらはお好みの大きさに切っていただいて OK です。今回切った切り方はですね、参考にしていただけたらと思います。そして野菜なんですが、ナスとズッキーニに関しましては今回アク抜きをしました。そうすることでアクが抜けてとても美味しい仕上がりになります。そして野菜を切ったらその後炒めていくんですけれども、炒める順番はね、今回ご紹介した通り炒めていただけたらと思います。そうすることで全体のお野菜が程よい硬さに
に仕上がります。そして蜂蜜なんですけれども、蜂蜜は最初に加えるようにしてください。そうすることで蜂蜜のコクがね、最初にお野菜に入っていくので、とてもコクのあるまろやかな仕上がりになります。もしね、お砂糖の場合も同じように最初に入れていただけたらと思います。そして煮込む時のポイントです。煮込む時は火加減中火から弱めの中火で調整しながら煮込むようにしてください。弱火で煮込んでしまうとお野菜がね、とても柔らかくなってしまって、野菜の歯ごたえがなくなってしまいます。煮込んでる最中は時折蓋を開けてかき混ぜながら煮込むようにしてください。そして煮込み終わった後は最後蓋を開けて火加減を少し強めて、そして水分を飛ばして仕上げるようにしてください。そうすることでとても濃厚で美味しい仕上がりになります。今回の分量でお一人様でね、どのくらい召し上がるかにもよるかと思うんですが、だいたい 5,6 人前ぐらいあるかなと思います。なので作り置きしていただくのもいいかなと思います。日持ちに関しましてはだいたい1日から2日ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。なのでもしね、食べきれなさそうな時は冷凍保存していただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はラタトゥイユを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。